にちは。暑いですね。ここはですね、新里村だったかな、遺跡のね、近くなんですけど、ちょっとシュノーケルしようかなと思ってね、この辺に来ました。シュノーケルする前にちょっとじゃあ遺跡見ますか。そんな派手なとこじゃないですけど、この怪しいとこ、ここ行くわけですね。あ、ごめん、こっちだ。こっちだけど、なんか暗い井戸がね、こっちにあるんですよ。ここ。ほらこれ。これよ。ほら。これ井戸なんですよ。霊感のない僕でもね、ちょっとすごい不気味に感じるんで、あんまり来ないんですよね。毎回鳥肌立つんですよ。ここ。ね。ちょっと怖いんでね、あまりもうこれが新里村遺跡。何かっていうと、聞いた話ですけど、竹富島に人が入ってきて最初に切り開いて暮らした場所がここらしいんですよね。今草ぼうぼうですけど、定期的に誰か管理してて、なんつうの、岩がゴロゴロしてる感じなんですけどね。こんな大きい岩があるね。多分タモリさんの番組でやったんじゃないですかね。もうすぐその辺はね、もう外周道路です。この岩はすごいね。こんな感じでね、この辺りに最初に家があったらしいんですよね。ということで、早速海行きましょう。今日ね、本当友人にね、ダイビングに誘われたんですよ。だけど今日ね、役場とか銀行と買い物に行きたかったのと、昨夜友人とこでお酒を飲む予定だったんで迷ったんですよね。全てをキャンセルにするかと迷って、断ったんですけど、やっぱりね、行けばよかったなって今思ってます。人生ってこんなこと繰り返しですね。今頃友人はね、もうベタなぎのすごい透明な石垣島の海で、潜ってると思います。まさにこの時間水中にいるでしょうね。もっと向こうに行くとね、三指浜、いつも行ってる浜ね、北海岸の三指浜があるんですけど、今日はここね、ここ行きます。八重山の離島のね、人気のないビーチに行く時の典型的な雰囲気ですね。だいたいこんな感じですよね。でも俺ここの道通ったのでも初めてかもしれませんね。だってすぐそばが港ですからね。ここに来る必要もあんまないというか、ちゃんと護岸されてる。大昔はここ結構使われてたってことかな。はい、目の前石垣島で、右見るとね、もうほらすぐそこ港なんですよ。で左見ると向こうにね、この間行ってきたいわばアイヌソイ、もうちょっと向こう見るとあれがイルムソイで、この間の映像で行った時はね、このアイヌソイから沖へ向かって、でリーフをずっとこっち見て、ちょうどこの正面ぐらいから帰ってきたと思うんですよね、多分ね。で今度はこの正面まで行って、右の方ちょっと行ってみようかなと思います。なんでかっていうと、今日はいないけどね、この辺りがすっごくツアー船が多いんですよね。今日はなぜかいないんですけど、 Google マップなんかで見てもね、この辺に 2,3 隻映ってるんで、やっぱりいいんじゃないかなと思います。で今日は一応浮き輪に荷物をくくりつけていこうかと思ってます。今大潮の干潮の1時間前、12時ですね。干潮1時。ちなみにイルムソイの辺りから沖の方へ向かうとリーフまで遠いんですね。700-800 メートルあるんだけど浅くて、歩いていけるんですよ、楽に。
こっちはリーフまでねだいたい500メーターちょっとぐらいなんですけど、近いんですよね。近いんだけど少し深さがあってね、歩いてはいけない感じ。しばらく数百メーターは泳ぐ必要があります。お疲れ様でした。帰ってきました。いやー遠かった行きも帰りも泳ぐってね、ちょっときついですね。でももしかしたらね、プラ
ラスチック製のフィンがいけないのかもしれない。ゴム製だったら疲れないかもね。いやでも綺麗でしたね。ビーチから20メーターぐらいで結構大きなサンゴの群落みたいなのあったじゃないですか。まあ濁ってるんですけど、あれがちょっとびっくりでしたね。しかも水温むちゃくちゃ高くて熱中症になりそうなぐらいだったんですよ。あんなとこにね、あんなすぐそこですよ。竹富ではなかなかあんなのね、ここだけかもしれない。意外でしたね、こんな港のすぐそばで。お客さんにいただいた、これね、野菜と発酵の力、長野県からねいらした、お客さんのお土産だったと思います。ローカル野菜ジュースかな。いただきます。うまい。もう一本いきます。これ西表島の塩サイダー、こんなのあるんですね。お客さんがね西表島で買ってきてくれたんです。東洋のガラパゴス西表島の塩サイダーです。いただきます。うまい。あ、塩味がする